前回のビデオで私たちはルーブル美術館を見学しました。見学を終えてギフトショップでお土産を購入して出口に向かいます。ギフトショップを通り過ぎると逆ピラミッドがあります。なんか以前来た時に記憶がなかったので今回見ることができてよかったです。カルーゼル凱旋門。カルーゼル広場に佇むナポレオンが最初に建てた元祖凱旋門です。1805年のオステルリッツの戦いに勝利した記念に凱旋門と同じ年に建てられました。アーチの中からはチュイルリー公園、コンコルド広場、シャンゼリゼ通り、エトワール凱旋門までが一直線につながり、パリの名所を眺めることができます。パレロワイヤル。ルーブル美術館から北に6、7分ほど歩くとパレロワイヤルがあります。パレロワイヤルを譲り受けたルイ13世が亡くなった後に、王妃がまだ幼いルイ14世と弟フィリップ・ドルレアンを連れてルーブル宮殿から移り住むことに。それをきっかけに王宮パレロワイヤルと呼ばれるようになりました。今もベルサイユ宮殿を作ったルイ14世が幼少期を過ごした王宮として有名な場所です。ルイ14世が王宮をベルサイユに移した後、パレロワイヤルは彼の弟フィリップ・ドルレアンの所有になりました。その後、息子のルイ・フィリップ・ジョセフに譲られたのですが、浪費家の彼にはかなりの借金ができて、その借金を賄うために中庭を作って商店街を作り、その商店街が大ヒット。高級ブティックやカフェ、劇場ができて庶民の集う場所になりました。その後、フランス革命の引き金となったバスティーユ監獄襲撃の街頭演説の場所こそ、ここパレロワイヤルだったのです。革命後は国家の所有となり、現在は政府機関の集まる重要な場所になっています。1986年にフランス人の現代美術の芸術家ダニエル・ビュランによって作成されたこの白黒のストライプの円柱の作品はレ・ドゥ・プラトーです。この円柱の数なんと260本。この何百年も前に建てられた宮殿と近代アートのコラボレーションが絶妙で、たくさんのフォトグラファーやインスタグラマーたちも訪れています。今お昼なんですけど、もう結構人が来てますね。本当はね、朝来たかったんですけど、ホテルでゆっくり朝ごはんとか食べてたらなんかすっかり時間が過ぎちゃって、あとはなんかルーブル美術館で結構時間を費やしてしまったので、朝一にここに来ることを逃してしまいました。けどやっぱり敷地が広い分、なんとか人が通り過ぎたりするのを待ちながらいい写真が撮れたと思います。後でシェアします。
私たちはこのストライプのアートにマッチしたこんなに可愛い柴犬に出会いました。こだわりラーメン築地。パリとは思えない築地を再現している店内にお魚でスープを取った鮮魚系ラーメン。インターネットで見て行ってみたいと思ったのですが、この行列一瞬で諦めました。日本食はパリでもすごく人気みたいです。 With nuns。 今日はこれからモンマルトルに行ってきます。皆さんこんにちは。モンマルトルに着いたんですけど、もう階段がめっちゃありますね。もうだいたい2回目。ダリダが見えてきました。ダリダの胸像。ダリダはモンマルトルに住んでいた歌手で、日本語だと甘いささやきという歌が有名らしいです。彼女の胸はパワースポット化しているのか、みんなが触りに来ていて、例外なく我々も触っておきました。デビッドがためらっております。でもIt's going。行きました行きました。行ってますテルトル広場。数多くの芸術家を輩出したモンマルトル。ピカソやゴッホ、ルノワールなど多くの有名な画家が好んで集まったこのモンマルトルにあやかろうと、画家として身を立てようとする人たちが自然とこの広場に集まっているそうです。今回は時間がなくて見学で終わりましたが、いつか私たちも似顔絵を描いてもらいたいねと話しながらこの場を去りました。サクレクール寺院。パリで一番高い場所でパリを一望できるサクレクール寺院。19世紀後半、不仏戦争とパリコミューンで亡くなったパリ市民を称えるために作られたものです。正面左手にはルイ9世、右側がジャンヌ・ダルク、そしてその真ん中にイエス・キリスト像が収められています。ピンボケしてて申し訳ないんですけど、見えるのが柵ですよね。なんか近くに行けないっぽいです。なんかインターネットとかで結構近くまで行ってる人を見るんですけど、必死に手を伸ばして柵の中に手入れてズームしてようやく写真ぐらいは撮れるけど、ちょっと近くまで行けなくて残念です。いかがでしたか？モンマルトルは映画アメリのロケ地でも有名ですが、最近アメリを全然見ていなくて、モンマルトルのどこで撮影していたのかさっぱりわかりませんでした。しかしモンマルトルはとても人が多くて、パリの中の下町感を感じられて、また次の機会にゆっくり行きたいと思いました。さて次回はパリの老舗カフェに行ってきます。それにまだまだ観光を続けます。お楽しみに。それでは皆さん、Thanks for watching。良い一日を。